僕はあの星に帰るんだ。最初から出会った時に親友っていうやつはいない。最初から出会った時に運命の男女なんていない。愛ってそういうもんじゃない。そういう風に言ってるわけです。ここが僕の大好きなシーンなんですね。大好きすぎて全文書いちゃうっていうね。で、地球に降り立ったんだと。ようやくこう地球に来た話なわけですね。バラとね、昇進があって、別れて、6つのいろんな惑星、へんとこな惑星見たけど、それの塊のような大きな大きな星、地球に降り立ちました。降り立った時にね、初めて会ったのがヘビなんですって。君はなんだか変な形をしてるね。長い指みたいだ。ね。そしたらヘビはですね、とはいえ、俺にはできることがあるよっていうわけですね。何ね。俺は君なんかよりももっともっと誰かを遠くに連れて行くことができるって言うんですよ。なぜなら僕は毒を持ってるからね。ちょっと怖い存在なんですよ。ね。そうなんだ。へーって言って。ね。もし、元いた星に戻りたいんだったら、僕のところに戻ってくるといいよ。蛇がいいわけですね。どういう意味かはわからない。ふーんって言いながら、王子様は他のところを旅するんですね。いろんなものを見るんです。ね。地球ってこんな国なの？ここが地球？なんか変だな。僕が見たのと降り立った場所違うんだけど、蛇に言うとですね、蛇に言わせりゃ、いや違うんだ。ここは砂漠っていう場所なんだぜ。だから街には人がいっぱいいるけど、ここにはあんまりない。砂漠っていう場所だからさ。そうなんだ。言いながら、人いないなーって言って歩いていた。そんな中ですね、衝撃の出会いがあるわけです。衝撃の出来事。それが何かというと、砂漠をバーッと抜けたあたりにですね、バラ園があったんですって。こうね、レンガに囲まれてですね、バラがたくさん育てられてた。ちょっと待ってください。今まで一本のバラしか見たことがないわけですよ。その地元の星に一本だけ咲いてたバラっていうものしか見たことがなかった。そこで王子様はむちゃくちゃショック受けるんですって。めっちゃあるって言うのよ。めっちゃいるってなるわけ。めっちゃいるこんなにってなるわけ。で、びっくりして、なんかわかんないけど、すごいショック受けになって、そうなんだって言ってショック受けてる時に、狐が現れるんですね。どうしたのってね、狐が。どうしたのってね。ああ。いや、なんかちょっと落ち込んじゃってさ。何が？いや、なんか、僕が前いたところは、なんていうかな、ちっちゃいところでさ、バラっていうのがね、一本しかないって僕は思ってたの。で、そのバラのことが僕は大好きだったんだ。でも、なんだか、一本だったっていうのが僕の思い込みで、たくさんあるんでしょ？なんだか、それがすごく悲しかったんだよね。なんか、特別じゃなかったのかもしれないって思っちゃって。そっか。狐が言うんですね。この狐っていいやつなんですよ。ヒントをポンと与えるね、いいやつなんですね。じゃあさ、もう一回だよ、王子様。もう一回バラ園に行って、よーく見てごらん。前に君が大切に思ってたバラと、そのたくさんのバラをよーく見比べてごらん。そしたらなんかわかるかもよ。言ってくれるんですね。そうかな。行ってみる。たたたたたた。パッともう一回見るんですね。もう一回しげしげと眺めてですね、そこから自分の育てたバラを思い出すわけですね。そこでハッと気づいて、狐のとこ戻るんですよ。たた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 。わかった。わかったよ。違った。全然違ったって言うんですね。ここが僕の大好きなシーンなんですね。大好きすぎて全文書いちゃうっていうね。はい。狐が言うんですね。違っただろうって言うんですね。そしたら王子様は狐に言うんですよ。ね。ここの、翻訳はですね、池澤夏樹さんの翻訳が僕は大好きなんですけど、これをね、読ませてもらいます。ちょっと中略したいと思いますけど。バラを見た時に言ったんですね。王子様は。違ったよ。僕はバラを見た時に言ったんだと。たくさんのバラ園でバラを見た時言ったんだ。君たちは綺麗さ、でも空っぽだよ。誰も君たちのために死ねない。もちろん通りすがりの人は僕のあのバラを見て君たちと同じだと考えるだろう。でもあれは君たちを全部合わせたよりももっと大事だ。なぜって僕が水をやったのは他ならぬあの花だから。僕がガラスの鉢をかぶせてやったのはあの花だから。ついたてを立ててやったのはあの花だから。毛虫を退治してやったのはあの花だから。あれが僕の花だから。これが結論だったんですね。
要するに、美しいものってのはもしかしたら、たくさんあるのかもしれない。ね。ここで象徴されてるのは僕は恋人とか異性だと思ってるんですね。つまりバラっていうのは別れた彼女でしょ。女性っていうのはいっぱい他にも世界にいるわけですよね。もちろん女性にとって男性もそうだ。ね。たくさんかっこいい男性いる。たくさん美しい女性いるかもしれない。だけど、どうなの？ね。なんで大事な人を大事だって思う？よくね、運命の人に出会いたいってみんな言う。ね。ああ、この人運命の人かもしれないとか言う。でも、愛ってそういうもんじゃない。そういうふうに言ってるわけですよ。愛情っていうのは、その人に何をしたか、その人とどんな時間を過ごしたかが育てていくもんだ。そういうふうに言うわけですよ。ね。で、狐はようやく分かったねって言うわけですね。狐すごいのよ。人生権すごいのよ。よくよく分かったね。ね。君がそのバラに費やした時間が、バラを君にとって特別なものにするね。そういうんでね。だってそうだよ。狐いいやつなの、本当に。だってそうだよ。君と少しだけ時間を過ごした僕は、君と明日も会えるかもしれないってちょっと思うだけで、少しだけワクワクするんだから。めっちゃいいやつ。めっちゃいいやつ。少し話したっていう縁もご縁なわけですよ。だったら明日、あれ狐いるかなっていうだけでもちょっと楽しみになるでしょ？少し気の合う友達に出会えた。じゃあ明日も会うの楽しみだ。そういうことを積み重ねた。そして彼らは親友になっていくんだよね。最初から出会った時に親友っていうやつはいない。最初から出会った時に運命の男女なんていない。その男女が過ごした時間とか何をしてあげたの？どんな会話をしたの？それが全てその二人を運命の二人にしていくんだ。そういうことを教えてくれるんですね。ってことはさ、王子様喧嘩しちゃったけど、やっぱりさ、戻んなきゃいけないよねっていう気持ちになるわけですよね。やっぱりあのバラだけが特別だったって今分かったよという風になるわけなんですよ。このシーン俺大好きなんだね。好きなんですね。でね、その中で気づいたんだっていう話をした。そのあたりでですね、パイロットがそうだったんだ話を聞きながら修理してるんですね。で、修理してるんだけど、もう水がないわけですよ。ちょっとごめんな、王子。ちょっと喉乾いてきちゃった。どうしよう。どっかに井戸とかあるかなっていうわけですね。井戸か。僕についてきて言うわけですね。井戸なんてそうそう見つかるわけないよとか言いながらですね、王子様についていくんですね。で、しばらく歩く。すると、ちょうどいい井戸があるんですよ。あったっつって。で、二人で水飲むんですね。美味しいね。美味しいねって言うわけですね。でも、王子様は不思議な、ちょっと浮かない顔してるんですよ。ね。僕、実はこの井戸を知ってた。ね。あるの知ってたんだ。ね。なぜなら、僕がもともと地球に降りた時から、少しいろいろ旅してる中で通り過ぎたところだったからね。ね。ねえ。で、そこでね、また不思議な話をするんですね。ねえ、お兄さん。砂漠だけど、砂漠って綺麗じゃない？砂漠で綺麗だなって僕が思うのは、どこかに井戸があるって思うからなんだ。そう。この不思議な話をするんですね。砂漠がある。でもその砂漠を綺麗だと思えるのは、どこかに井戸があるからなんだ。それを僕は知ってるから、この砂漠を綺麗だと思うよ。王子なんかちょっと様子おかしいよ。どうしたの？実は僕ね、もう少しで地球に降りて1年になるんだ。1年になると、ちょうどね、僕のふるさとの星が真上に来るの。この井戸の近くに僕が降りた場所があるんだ。僕そろそろ帰らなきゃいけないかもしれない。そう。どうやって帰るの？こうなるわけですね。蛇がいるからって言うんですよ。ね。蛇はね、強い毒を持ってるから、すぐに遠くに僕を送ってくれるらしい。それって危ないんじゃない？ね、それって危ないんじゃない？大丈夫。星はすごく遠いから、君みたいに飛行機に乗ってどっか遠くは行かないんだ。僕は蛇に噛まれることでこの体を置いていくだけ。僕はあの星に帰るんだ。言うんですよ。心配しないで。きっと死んだように見えるけど、心配しないで。それ死んでないって思うんですけど、それ死んでないって言うんだけど、きっと倒れて青ざめるけど、
死んだように見えるかもしれないけどね。いや、死んでると思うけどね、それ。それやめない？いや、でも、僕は明日行くから、見に来ないでね、言うんですよ。ちょっと悲しいから見に来ないで。言いながら見に行っちゃうんですね。翌日気になって、お家帰るんだ。っていうか、どういうこと？見ながら、バーって。王子のところに行くんですね。したらその星の下にいるんですよ。ね。来ちゃったんだっていうわけですね。来た。怖いから。そっか。でもね、悲しまないで。ね、悲しまないで大丈夫。ね。僕と君はね、もう普通の二人じゃないでしょ。ね。そうだ。井戸があるって思うと砂漠もワクワクするっていう話したよね。それと同じことだと思ったらいいんだよ。僕があの星に帰るよ。もちろん僕の星っていうのは小さいからちょっと見づらいんだ。だからこれってなかなか今教えてあげられないんだけど、空を見てごらんよ。そしたらその中の一つにね、僕がいるんだよ。そうしたらさ、見上げるたびに楽しくない？そういうもんなんだよ。その中のどこにも大切な人がいない星空は寂しいでしょ？でも僕がどっかにいるんだよ。これから君はずーっと星空を見上げるたびに楽しい気分になるよ。そう思ってさよならしよう。おじやだよ。俺君を一人にしたくない。でも帰らなきゃいけないんだ。君を一人にしたくないんだよ。大丈夫。ずっといるから。わかった。言ってですね、王子様はスーッと歩いていくんですね。すると、足元をヒュッと黄色いものが横切る。蛇ですね。ヒュッと黄色いものが横切った瞬間に、音も立てずに王子は倒れた。パタッ。これが王子とパイロットの別れなんです。王子はきっと星に帰ったんだと思う。パイロットは言うわけですね。なぜって、翌朝、その場所にもう一度行ったら王子の体もなかったから。そうだ、きっと王子の体ごと、王子の体が軽いから連れてってもらったに違いない。僕はそう信じてる。それから僕は飛行機を直して元の国に戻った。地元ですごく友達にも喜んでもらえた。嬉しく思ってる。でもやっぱり思い出すんだって言ってですね、次のページにですね、さらっとしたね、手書きの絵が描いてある。これ。すっごいさらっとした絵なのよ。もうね、これは僕が思う世界で一番美しくて世界で一番悲しい風景。僕はここで王子と別れたんだって言うんですよ。すっ。アフリカの砂漠にこれを読んでる人、もし旅をすることがあったら、この風景を探してくれないかって言うんですね。アフリカの風景で、アフリカの砂漠でこの風景を見つけたとき、周りを見渡してほしい。そして小さな子供が話しかけてきて、その子が質問をしてもうまく答えてくれないような子供だったら、すぐに僕に手紙を書いてくれ。星の王子様が帰ってきたってね。というお話でございます。素敵なお話ですよね。悲しいんですよ。なんだかわからないけど、すごく悲しい。ね。だから全部がね、例えとか比喩とか暗示。ね。なんですよ。決して説教臭くない。で、本当にそれについて言ってるのかっていうのも定かじゃない。だから何度も何度も読んで、その時の気分でね、やっぱり変わってくるんですね。これって何を指してるんだろうとかね。だからこれはあくまで僕の解釈。だからもしかしたら違うものを得る人もいるかもしれない。いや、バラってのはこれだよとか、蛇ね、噛まれるってこういうことだよってね、思うかもしれない。でもなんだか普遍的でしょ？すごくなんだか、刺さるんですよ。なんだかわからないけど、別れなきゃいけないとき、そして二度と会えないときってどういう気持ちになるか。我々は知ってるし、大好きなものをどういうふうに大切に思っているかっていうのも我々は知ってる。だからね、多くの人に届くんだろうなというふうに私は思います。ねえ。でもこのお話すっごいファンタジーだな。砂漠で王子と会うなんて。っていうか砂漠で不時着するなんてって思うでしょ？何その設定。この設定ね、実はサンテグジュペリっていうこの作者がパイロットだったっていうのは知ってる人多いかもしれない。ね、飛行機乗りだったから飛行機の話書いたんだ。そこまで知ってる人多いかもしれない。でもね、実はサンテグジュペリは1935年にベトナム・フランス間を飛行してる際にアフリカのサハラ砂漠に不時着してる。実話なんですよ、これ。実は。なんかダジャレみたいですけど。
不時着してるんですね。その後、どうなったかっていうと、サンテグジュペリはもう死んだって一緒みんなに言われるんだけど、3日間自力で歩いてエジプトにたどり着いたらしいんですよ。で、なんとか事なきを得たっていう事件があって、その時のことを元に書いてるって言われてる。ねえ、不思議な人でしょ？パイロットでありながら小説家なんですよ。もともとはパイロットになった。でもそのパイロットやってる合間を縫って小説を書いてったんだね。すごいファンも多かった。ところが、ファンも多くて、星の王子様が大人気だったにもかかわらず、パイロットだっていうことと時代が悪かったね。この数字は悲しい数字だよ。1944年、つまり1945年に第二次世界大戦が終わる。その間際の1944年に、フランスの爆撃機に乗ったサンテグジュペリは地中海で姿を消します。そして、消息を絶ち、この世の人ではなくなる。どうやって死んだのか、ずっとね、謎だったんですって。ところが、だいぶ年月が経ってから、その海でね、引き上げてたらね、もう粉々になった戦闘機とかがいっぱいある海なんですけどもね、やっぱり戦争の舞台になってますから、その中からですね、なんと、サンテグジュペリのブレスレット、銀のブレスレットが出てきたの。自分の名前と妻の名前が刻印されてあるブレスレットが破壊された機体から出てきた。そしてその機体を見てですね、その飛行機を撃ち落としたドイツ軍の空軍のパイロットも明らかになるわけですよ。そのドイツ軍のね、パイロットがものすごい悲しむんだって。僕は彼が好きだった。もし彼が乗っているって分かったら、撃ち落としたりはしなかったのにってすごく苦しんだったんって。サンテグジュペリの星の王子様は世界中で愛されてて、サンテグジュペリが乗っている部隊とは戦いたくないっていう兵士とかもたくさんいたらしい。そして時も経て、これはもう70年以上前の作品だけれども、今も愛されてるし、日本でも愛されてる。すごい影響力を与えてる。宮崎駿さんも大好きだし。なぜか。それをね、端的に示す歌があるんだよね。このストーリーの中でさ、すごく重要なところって、僕がいなくなっても悲しまないでねと。愛ってさ、時間がかかったら、時間をかけてそこに愛を育てていくもんだよねと。しかもそこにいなくたってさ、遠くにいても感じることができるもんだよねと。ね。砂漠に井戸があるって思うだけで、この砂漠は美しいと思えないかい？あの星のどれかに僕がいるっていうだけで、あの星空を美しいと思えるようにならないかい？そう思えるようになるはずだ。だって君は見えないものを見えるでしょ？大切なものは目に見えないからね。これが大事なメッセージですよね。そのメッセージを含んだ歌を僕たちは知ってんだよね。それがジブリのラピュタの君を乗せて。あの地平線輝くのはどこかに君を隠しているから、たくさんの日が懐かしいのはどれか一つに君がいるから。これはまさに星の王子様がパイロットに言ったこと。時を超えて、国を超えて、ずーっと多くの人を癒し、愛を教えてくれる作品。サンテグジュペリは今もどこかで僕たちを見ているのかもしれない。そう思うと星空が美しく感じられませんか？ではまた。